どうもお久しぶりです。田舎もんです。ってことでね、庭に咲いた彼岸花、秋の訪れを感じさせますよね。暑い暑いと言いながら、ほんと今年はなわけでね、何にもしないんで、この、なんていうか、秋らしさっていうのが逆になんか変な焦りにつながってね、変な気持ちなんですけど、で、本当にね、あんまり話すネタがなくて、何の話からしようかなと思ったんですけど、まずはパンの話からしようかなと思います。で、パンはね、これ何してるかっていうと、パン焼いてるんですけど、見たらわかるか。サンドイッチを作ってるんですよね。キッチンとかね、寝室とか、そういう生活に最低限必要なスペースですね。その辺は結構使いやすくなってきたんで、こんな感じでね、パパッとね、料理したりするのも本当にやりやすくなってきて、身分が上がったっていう話を毎回してるんですけど、当然ね、近くに外食するところもあんまりないんでね、こんな感じでお手製のビッグマックですね。ハンバーガーじゃないけどね、ビッグマックをね、作って、1日2食ぐらいこれを食べてるっていう感じなんですよね。で、そんなキッチンですね。使いやすくなったとはいえね、なんか片付けてもなんか散らかるなと思ってね、重い腰を上げて、掃除、片付けをしてるんですよね。で、掃除してて気がついたのは、この流しの下の部分ですね。この部分をなんか全然有効活用できてないなっていう風に気がつきまして、ちょっとサイズを測って適当に棚でも作ろうかなと思いました。で、当然ね、材料は物置に転がっているその辺の廃材を組み立てて、パッと作りましたね。こんな感じでね、ものの10分ぐらいでこうバーッと組み立ててから気がついたんですけど、これ、寸足らず、僕いつもやるんですけど、今回ですね、これサイズぴったりに作りすぎた問題があってですね、入るかなっていう疑惑が生まれてきましたね。ただこれ、この横がこういう風にね、ぐねぐねするんで、このぐねぐねを利用すりゃ、なんとか入るんちゃうかなと思ってね、ちょっと強引に入れてきますよ。冷静に考えたら一回ドア外すよっていうねそういう話なんですけど、そこは超絶ね、めんどくさがり人間なんで、横のぐねぐねを利用して、なんとか強引にはめ込みましたよ。これのおかげでね、ちょっと片付きましたね。こんな感じでね、ちょっと、ビフォーを取ってないからあんまり伝わりにくいとは思うんですけど、自分なりにこの種類ごとにね、物を分類しておいたんで、だいぶね、使いやすくなりましたよ。そして、この家から出てきた、鰹節削り器、おかか。これをね捨てれずに、とはいえまだ一度も使ってないし、でもこれをね、一応ね、保管しておきますよ。そんな感じでね、ちょっとは片付けやすくなったキッチン。自己啓発の YouTube を聞きながら、窓の向こうに映る草刈りせなあかんなーっていうね、雑草を眺めながら、味噌汁とご飯を食べる。そんなね、日々ですね。いや、そろそろ草刈りせなあかんわと、そんなことを思ってるタイミングでですね、いつも遊びに来てくれる親子が来てくれて、草刈りやったことないからやってみたいっていう話になってね、急遽裏庭でワークショップ開催という運びになりました。初体験なんでね、2人とも動きはちょっとぎこちないんですけど、新平君もね、絵描かしたらめちゃくちゃうまいんやけどね、草刈り機持ってもなんか F でと間違ってるんかな、なんかもう撫でてるだけみたいなね。そんな感じはしましたけどね。僕のこの草刈り機の歯が悪いってのも当然あるんですけどね。そしてお礼にですね、庭に生えてたシュロの木の、葉っぱですね、これを喜んで持って帰ってくれました。思わぬ収穫。内輪にするんやったこれ。うちわとかな、こんなカゴ。ないですか。編むんやね、それは。2人のおかげで裏庭もちょっと綺麗になって、この残された仕事はこのヒノキの丸太の処理なんですよね。で、これ初めね、炊き物にどうや言うてもらったんですけども、なんか燃やしてしまうのもったいないなっていうね、そんな気になってきて、っていうのは薪として使うと、ヒノキ杉ってやっぱりあんまりね、持ちが悪いんで、それよりか、今ね、木材の値段とかもすごい上がってるんで、なんかの時にこれ使えたらいいなと思って、ちょっと皮を剥いで保管していこうかなというふうに思いつきました。
まあ、例の親子じゃないんですけども、初体験でどういう風に皮剥いだらいいんかって僕もね、わからないんで、まあ試行錯誤しながら、ちょっと動きはぎこしないとは思うんですけど、まあとりあえずナタでね、皮を剥いでいってるんですけど、ちょっとこれはね、拉致があかんなと思って、ちょっとチェーンソーを引っ張り出してきましたよ。まあこういう風にやっちゃうと、一面だけね、平面になっちゃって、まあ変な感じはするんですけど、木の皮の剥がしやすさは格段に上がってね、ナタでやってると1本何十分かかんねんって話だったんやけど、これだとほんまものの数分で1本向けちゃうんで、まあこれはいいやり方やなと思ってね、ちょっとこの方法で進めていくことにしました。で、気を良くしてね、チェーンソーでこれ2本目いってるんですけども、さっきの1本目と違って全然向けないっていうね。やっぱさすが自然が相手やとなかなかそううまいことはいかんねやなっていうのを感じさせられますよね。まあ多分ね、その木の乾燥具合とかで、まあ向けやすさが全然変わってくるんでしょうね。なのでまあその木に合わせてね、まあ結局合わせてやっていくしかないなっていう感じですよね。まあそうかと思ったらこれ3本目なんですけども、チェーンソーも使わず、ナタも使わず、みるみる向けていくっていうね。まあもしかしたらこの節があることが影響してるんかもわかんないですけども、いやほんとわからんもんやね。一本一本向けやすさが全然違う。で、剥いてみるとこんな感じでね、多分これ虫食いっすよね。何の虫なんやろね。シロアリではないとは思うんですけどね。そういえばうちの玄関に使ってある木もね、こんな感じで虫食いされとってね、何の虫なんかちょっと謎なんですけどね。まあこれはこれで芸術だと思ってね、まあある意味めでていったらいいんかなと、まあそんな風にポジティブに考えてるんですけどね。まあそんなことを頭の中でブツブツ言いながら引き続き剥いていった皮ですね。これもね、そういや神社とかにもね、屋根に使われてるんで、まあなんかの時に使えるかなと思ってね、まあ一応置いとくっていういつもの貧乏根性で、まあほんまにね、おかかにしてもそうやし、なんか本当にね、物が捨てれない。やばいな、ほんまに。こっから30年来たら、俺の家どうなってんだろうなってほんまに思う時たまにありますからね。ほんでまあそろそろね寒くなってくるんで、去年一昨年に積んだ薪棚ですね。これ西側の庭にあるんですけどね、これどうなってるかなと見に来たら結構大惨事になっとってね、やばかったこれは。こんな感じでね、なんか得体の試練、これはもうキノコなんかな、なんかようわからん、なんか生えてるんすよ。あとはこれみたいな、なんかもうこれもなんかキノコなんか、なんかようわからんけど、さすがによう口には入れんかったっすよね、これはね。あとこのなんか黒いブツブツも、なんか卵なんか、なんかキノコなんか、なんかわからんけどもうほんま気持ち悪いしさ、このキノコに関しては若干このヒダヒダが美しくはあるんやけども、まあ別にそんなんどうでもええなと思いながらね、問題はこれですよ、このシロアリ。シロアリ、下から上がってきてましたわ、完全に。これは結構ショックでしたね。山からね、結構しんどい思いしてね、下ろしてきて、そして切って、割って、そして積んだのに、どうやろうな、4分の1、5分の1ぐらい、ダメージ受けてるものがあってね、結構がっくりきましたね、これはね。まあ確かにね、これ置いてる場所も良くなかったんですよね。この後ろがね、壁であって、風通しが良くない場所、そして雨も多少かかる場所に、まあ下手したら30、40ぐらいに薪を重ねて置いてたんで、まあそうすると2年経つとこうなるってことがまあ一つね、まあそれは学んだってことにしておきましょうかね。まあそんな感じでね、大ダメージ、中ダメージ、小ダメージ、もうこれはゴミやなみたいな感じでね、まあ薪をちょっと分類して分けていきました。まあこんな感じでね、全部一回どかした後、下見てみると、こんな感じですね。まあ結構大惨事やった。
で、問題のこのシロアリが上がってきてた場所ですね。ここ。防草シート敷いてたのに、それ越しに上がってきて、このブロックの上まで、どうやろうな、15センチ、20センチぐらいかな。こんな高さでも上がってくんねやなっていうのは結構、やっぱやばいっすね、こいつらね。半分肩をがっくり落としながらですけどもね。片付けるのはしゃあないんでね。ちょっと別の場所に、このゴミに近いもの、積みにくい小さい薪とかも含めてね、スカスカになってるやつとかを主にこんな感じでバーッと積んどきましたよ、もう。今年の冬はね、まずはこの薪から使っていくことになりますね。これだけでもね、結構な量、スカスカやからね、あんまりこう燃えやんとかいうそういう問題はあるかもわかんないですけども、これで結構、どうやろな、12月ぐらいまで持つん違うかな。で、ノーダメージから小ダメージのやつですね。そういうやつは、このいつものうんこ巻きした適当棚にね、ちょっと一回避難させて積み直すことにしました。薪生活してる人ってやっぱね、前こういう話した時に、薪の積み替えってやっぱりどうしてもするよっていうコメントをもらってたんで、みんなやってることなんかなと、そういうふうに思うとちょっとね、やる気が出てくるっていうかね、みんな同じなんかなと思うとね、また救われるとこありますよね。さっきも話したように、正直ね、がっくり来たっていうのはあるんですけども、これね、結局丸2日ぐらいかかったんですよね、運ぶのにね。で、その時考えたのは、いやでも、丸2日自分の、言ったら家、庭の端から端を往復してたら、時間が過ぎていくって、ある意味すごいことやなと思ってね。都会やったらね、マンションとかでありえへんじゃないですか、自分の家から出えへんっていうのはね。でも田舎やったらね、庭で退屈せんと2日過ごせるっていうのは、ある意味、地味やけど、実はそういうところがすごいええとこなんかなと思ったりはしましたね。しんどいし、体はね、しんどいし、なんか別に楽しいわけでもないしね、なんかただただやってるだけなんやけど、でも、一周回って、そういうところが、心地いいっていうか、楽っていうか、ずっと折れるっていうか、そういうところなんかなって思ったりはしましたよね。だいぶ無理やりポジティブに考えましたけどね。ここやったらね、風通しもいいし、日当たりもいいし、今回の冬に使い切れば、こんな感じで、とりあえず置いとっていいんちゃうかなっていう感じなんですけどね。で、もともとね、こんな感じに荒れていたところですね。2日かけて綺麗にしたという感じですよね。これはちょっと余談やけど、片付けとってね、パッと目についた薪、これめっちゃ綺麗やなと思ってね、まるで水彩画で描かれたような色、なんかこんなんが自然に生まれるってすごいよなとか思ったりね。あと自然の力強さっていうか、このゴミの横にあるこれ実はニラなんやけど、もう80回ぐらいね、草刈りで間違って切ってるんやけど、まだ未だに生えてくるっていうね、自然の力ってすげえなみたいな。ニラがすごいだけなんかもわからんけどね。ということで今回もね、中身のない話で毎回中身大してないんやけど、本当にね、みんながっかりしとったら申し訳ないな、ほんまにね。でも2023年ね、年初に引いたおみくじにも流行るなってバッチリ書いてあったからね、建築に関しては。なので2023年、全然作業もできてないし、なんかこれでいいんかなって思ったりね、気持ちの面で焦ったりとか、いろいろあるんやけども、そういう年やと思ってね、これからの時期、ちょっと寒くなってきたんで、薪ストーブに当たりながらね、ちょっとのんびりしていこうかなって感じですよね。本当ね、流行ってもしょうがないんでね、のんびりやっていくっていうのは大事かなと思います。毎年ね、この時期になると思うのが、やっぱりこの場所が自分にとっては原点やったんやなっていうのをね、こうやって薪ストーブの火を見てると思ったりするわけですよね。もともと寝る場所もなくて、この物置にベッドを置いてね、なんか夏はトカゲに囲まれて暮らして、冬はめっちゃ寒いし、そういう辛かった時期のことを思い出せる場所、そしてなんかこの今の環境、その対比がなんか余計安らぎにつながるっていうかね、そんな感じがしたりするわけですよね。みんなのね、期待以下のペースでやるのは間違いないんやけど、もともと30年計画やから、ぼちぼちやりましょうね、ほんまにね。それではまたよろしくお願いします。